はい、皆さん、こんにちは。今日はスノスタジオのお話をしていきます。そして先日動画でも出しましたようにスノ AI がワーナーミュージックとパートナーシップを締結したというニュースが流れてきました。いろんな意味で、これからスノが変わっていくんでしょうけれど、引用になるところもあれば、無料バージョンではダウンロードができないそういうものも出てきます。これからどんな風になるかわかりませんが、とても期待の持てる提携だと思いますので、温かく見守っていこうと思っています。今ちょうどブラックフライデーの時期でですね。驚くほど安くスノが使えるようになっています。今アップグレードなりをしたらですね、スノスタジオの方も通常は5万数千円かかるところがですね、半分ぐらいの2万5千円ぐらいでアップグレードができるということで、ぜひともスノースタジオも使ってみていただいたらどうかなと思います。スノースタジオの方の解説は、先生以外のインフルエンサーさんがあまりやっていません。なぜなら音楽的な要素も少しは勉強していかないといけないということもありまして、今、現状、こんな風になっているんですが、もっともっとですね、スノスタジオの方に力を入れて、皆さんにお伝えしていけたらと思っています。今日はですね、サムネイルにもありますようにスノの楽曲で、1番だけの楽曲なんかができた時に、2番3番にエクステンドしていく。いわゆる追加していく時の方法をお話ししたいと思います。これもスノスタジオでなければ、なかなかしにくいお話かもわかりません。まだスノースタジオを使っていない方はですね、予備知識として、頭に入れていただき、もう使っている方はですね、参考にしていただけたらと思います。今ワークスペースに冬が間近にという曲があります。これは1番だけです。画面の下のところに出てますように、1分14秒の曲です。ちょっとだけ先頭を聞いていただきます。冷たい風が頬なって街の明かりが少しぼやけて誰もいない後半に飛ばします。けど届かない。はい。こんな楽曲です。これを伸ばしていくのはどのようにするか。まずはですね、ここに歌詞がありますけれども。これはスノースタジオの機能というよりも V5 の機能ですけれども、この楽曲を伸ばしていくのは3点メニューが出ていなかったら、今のようにちょっと広げてください。ここでですね、エクステンドをしていきます。リミックスのところでエクステンドこれを選択します。するとこちらの方に来ました。ここ最後のところですね。どの辺から繋いだらいいかということを確かめていきます。ここでですね、はい。はい。もうちょっと前ですね。微妙ですがこの辺にしておきましょう。そしてここから後ろをつなぎますが、後ろの歌詞を作らないといけません。チャット GPT で作りましょう。これは先生の歌詞制作 AI というのがありまして、そこからですね作りましたが、本来のこの GPTs の使い方ではありません。1番の歌詞を貼ってここが重要ですね。この歌詞の続きを作ってひらがなに直した時のセクションごとの網羅数を合わせた歌詞2番と3番を作ってくれという風に言っています。そしたら、セクションごとの網羅音の拍数数がほぼ合うように配置した2番3番の歌詞を作成しました。ということでこのように作ってくれたわけです。この2番と3番の歌詞これをコピーします。そして、スノ AI の方に行きます。ここから後ろをしようとしていましたので、この歌詞をすべて選択してそして置き換えます。このように、バース2番から始まるこういう歌詞を作ったわけですね。そうしましたら、このスタイルは変えない方がいいと思います。これで作ってみましょう。クリエイトボタンを押します。
するといつものように2曲できます。はい、下の方からできましたので、ちょっと聞いてみましょう。空が色を変え並ぶ窓には明かりが灯る過ぎた日々を思い出してため息混じりに歩いてる凍える風に名前呼ばれふと立ち止まる足音はい、このようになりました。2つ目も聞いてみましょう。今日はデモですので、後ろまで聞きませんが、皆さんの場合は最後まで聞いて、どちらがいいか確かめてみてください。はい。凍える空が色を変え並ぶ窓にははい。じゃあこの2つ目に聞いた上側ですね。これを採用しましょう。わかりやすいようにいいねというのを押しておきましょう。そうしまして皆さんにわかりやすいように、これはもう消しておきましょう。ムーブとラッシュこの2つからやっていきます。じゃあここで、3点メニューから、リミックスエディットからオープンインスタジオ。これを選びます。このように入りましたね。そして拡大をします。そして最後のところを見ます。つなぎ目というのをしっかり見てみましょう。届かないはい。E のところです。そうしましたら、ここが25で27、29になっています。まだもっと大きくします。はい、つなぐところというのは、角の場合、小節、区切りのところからうまく作るようになっています。ここです。ちょっとだけいいというのが残ったところ、ここからが始まります。ここに縦の小節ラインがありますよね。これをはいよく聞いてください。いいっていうのだけ残りました。はいですから、ここからつなげばいいわけです。これをここまで短くします。そうしまして後ろに入れたいこれをですね。この後ろに持ってくればいいわけです。はい、ここが綺麗につながります。聞いてみてください。届かない今ちょっと違和感があったの分かりましたか？ちょっと後ろが大きかったというのがありますので、このボリューム感を少しですね下げたいと思います。今でしたら1デシベルぐらい下がれば大方問題がないのではないかなと思います。はい、もうちょっとありますが、これはですねリマスターの機能で戻せると思います。これからそれをやります。この2つつながったものをですねエクスポートからフルソングをエクスポートします。そして、そうしますと、このように2つひっついたフルソングが出てきます。これをですね、一度リマスターをかけるととっても良くなると思います。クリエイトメニューからリマスターをやります。そしてあまり変化をつけたくなかったら、この左側ノーマルの場合は、これ、ちょっと挑戦的な変化があってもいいときはこれですが、ノーマルかもしくはこちらですね。これを選んでリマスターしてみましょう。しばらく待ってみてください。まだぐるぐる回っていて再生できる状態になっていません。下ができたようです。ちょっと聞いてみましょう。はい、今、自然になりましたね。じゃあもう一度、スタジオの方に戻ってみましょう。このリマスター2つありますが、もう一つの方も聞いてみましょう。飛ばします。
このようにですね、繋いだ時に音量の差があったりしたところをリマスターをかけるとですね、修正してくれるという機能があるので、一度ですね、そのスタジオで前側と後ろ側を繋いだ時により自然になるようにリマスターをするといいと思います。あと2番、3番のところがどんな風になっているか確かめてみましょう。凍える空が色が並ぶ窓には明かりが灯る。過ぎた日々を思い出してため息交じり歩いてる。凍える風に名前呼ばれふと立ち止まる。この気持ちたら見上げた空に星一つかすかな光迷いを照らす。凍った道を踏みしめて心の声を確かめてる。遠くの空に願いかけて目を閉じてみた一瞬。夢が静かに胸を染める。冷たい夜も越えてゆける。暖かさかき忘れたくない。今はまだ答え探してはい。こんな感じにできました。もう一つの方を聞いていただいて、どちらがいいかというのは確かめてください。でもリマスター自身はそんなに大きくは変わりません。でも皆さんじっくり聞いてくれていましたでしょうか？歌詞のところが読み違えそれがあったように思います。そんな時は、もう一度カバーをすると、歌詞を重視するならば、カバーをやり直すと、歌詞が上手に読めるようになったりします。その代わりアレンジが変わったりする場合があります。ちょっとやってみましょう。ここからリミックスのカバーこれをします。そしてここに歌詞を持ってきます。一番最初の歌詞これですね。一番の歌詞はここにあります。これをコピーします。そしてリリックのところに貼り込みます。2番の歌詞はチャット GPT 上にありますので、これをコピーします。そして続きを貼り付けます。はい、これで1番から2番、3番こんな感じで全部の歌詞が入ったわけです。そしてこれでカバーをすればいいわけです。やってみましょう。聞いてみます。ちょっと伴奏が変わってしまいましたね。冷たい声も少し変わりました。上の方を聞いてみましょう。こちらの方が精細です。
声もこちらの方がいいですね。少しぼやけて誰もいないこの道を一人で歩く静けさの中、遠くで響く鐘の音、心に何かを問いかける。冬が間近に心に触れる、白い息が空に溶ける。ぬくもり探して手を伸ばすけど、まだ届かない。凍える空が色を変え、並ぶ窓には明かりが灯る。過ぎた日々を思い出してため息混じりに歩いてる。凍える風に名前呼ばれ、ふと立ち止まる足音。夜が静かに肩を包む、誰の声も今は聞こえず、寂しさ抱いて前を向くけど、抜け出せないこの気持ちから。見上げた空に星一つ、かすかな光迷いを照らす。凍った道を踏みしめて心の声を確かめてる。遠くの空に願いかけて目を閉じてみた一瞬、夢が静かに胸を染める。冷たい夜も越えてゆける。温かさだけ忘れたくない。今はまだ答え探して。こんな感じになりました。もう一度おさらいをしましょう。ここに元の曲があります。冬が間近にという曲です。この曲の長さは1分ちょっとの曲でした。それをここからですね、リミックス&エディットからエクステンドを選びました。選びますと、左の方にこんな画面が出ます。どこからつなぎたいのかということで、その歌詞の終わったところをギリギリのところでですね、範囲を設定しましたね。ここで2番の歌詞を作らないといけません。その時にはチャット GPT などを使って、ここで重要なのはなるべくですね。音の数、いわゆる網羅カウントというのを合わすのが大事です。先生の歌詞作成 AI というこのソフトは、無料でも、この機能だけであれば使えます。ここで1番の歌詞をこのように投げかけておいて、この続きを作ってください。その時に網羅数を合わせた歌詞2番と、3番とか2番だけとかいう風に入れるとですね。続きの歌詞がこうやって出てきます。それをここにですね。今度は1番はいらないですから、
2番3番を入れ替えるという風にしました。そしてエクステンドというのができました。そこで素のスタジオの出番です。今右にありますように、黄色のクリップが前のクリップです。そして2番3番のクリップが緑色のクリップです。このように足したわけです。足したけれどもちょっとだけつなぎの部分で違和感がありました。どうしたかというと、これから1回エクスポートということで、フルソングというのを出しました。出した後はですね、リマスターという機能をしました。ここからリマスターこれをかけます。クリエイトメニューの中にあります。リマスターという機能です。そしてここでリマスターをしたわけです。2つ候補が出て、どちらがいいかは自分で決めます。そしてリマスターが終わったらもう一度、スタジオの方に戻ります。ここに2つのリマスターが出ています。どちらを使っていただいてもいいわけですが、このリマスターは歌詞が曖昧でした。歌い方もあまり良くなかったという感じでしたから。ここからですね、リミックスエディットからカバーというのをやりました。歌詞はちゃんと1番から3番までもう一度入れ直してですね。作ったのがここにある2つのカバーということになります。自分の好きな方を選んでください。この下側の方は声がちょっと男性の声みたいになりました。冷たい風が頬をなで街の明かりが少しぼやけてハイ男性というよりもちょっと声が太くなったと言った方が良かったかもわかりません。こっち側はハスキーな声です。冷たい風が頬をなで街の明かりが少しはい。こういう時はですね、鉛筆マークで名前を付け替えておきましょう。完成とでもしておきましょう。こうすると間違いなくですね、忘れないですので、いいねもつけておきましょう。こんな流れでやるといいと思います。まだ他にもですね、角度を変えてやる方法はあると思いますが、今やってる方法というのはこんな感じです。ぜひ参考にしていただいたらと思います。では皆さんもスノースタジオこれをですね、少しお小遣いはいりますけれども購入してやってみましょう。二眼江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。この動画が良いと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。またね。